今日はですね、ちゃんとタイトルつけましたよ。お、やったね。ゆいちろとあやみの英語お、ですごい。漢字路枕草子というこおー、とでね。ふふふ。お、すごい。じゃあ、コンセプはい。トを、コンセプト。はい。はい。枕草子ってあるじゃん。日本の固定の枕草子。あれね、めんどくさいよね。うん。勉強意味、難しいもんね。意味わかんないよね。一うん。層英語の方がわかりやすいんじゃないかなって思ったわけですよ。うん。そう。そして英語ができるあゆみさんが翻訳本を探してみたら、見たら、これはいい役だというやつをそう、い見つけてくれたけてる、いけので、役を。はい。はい。なので、古典の原文と、それから、あやねさんが読む英文と、ちょっと比べてみようじゃねえかと。というわけで、すごい、塾みたい。塾みたい。塾みたい。この本から原文を読みます。で、はい。その説明をさっくりやって、その後、英語読んでいただいて、そうですね。はい。それでは、枕の方式の原文の方、読ませていただきます。はい。春はあけぼの、ようよう白くなりゆく山際、少し明るて、紫立ちたる雲の、細くたなびきたる。これですね。はーい。はい。ね、なんか名文と言われているような言われていないようなやつですけども。短いんですよね、春はね。そうなんですよ。春短い。春。どういうことかっていうのを私が先に説明しちゃいますね。はい。春はあけぼの、まあ、夜明けですよね。だんだん白くなっていく。山の上の空がちょっと明るくなってて、先っぽい感じの雲が、こうね、うん。細くふわーっとこう、うん。たなびいている、まあ、そううん。いううん情景ですよね。うんうまあ、ん。早朝起きたらそんな感じですなーっていう。ですな。じゃあ映画で読みます。ペンギンブックス版です。いきます。In spring, the dawn, when the slowly paling mountain rim is tinged with red, and wisps of faintly crimson purple cloud float in the sky. はい、ここまでです。いやー、かっこいい。かっこいい。あ、ビジュラさんもかっこいいよ。あ、ありがとうよ。枕草子を英語で聞けるだけで、私はもう嬉しいんですけども。いやなんかこの翻訳もね、ちょっといろいろ調べて、この春は明け物だけでもこう、無数に翻訳があるんですよね。なんかもう、なんかこう、スプリングイズダウンって言っちゃうようなのはいもあれば、はいはいはい。まあ直訳ですね。春は明け物ですって言っちゃうのもあなるれば、ほどです。うん、もう、in spring, the dawn is the most beautiful みたいな、こう、春において一あ番最も美しいのは夜明けであるまではっきり言っちゃうのもありつつで、この翻訳は言い切ってないんですね。文章になってなくて、まあその、春はあけぼのも一緒だと思うんですけど、はい。この、カンマで前か、補足をつけるときとかによくうんうん使うんう文法があるんですけど、うんうん。春、それすなわち、夜明おー、け点々点みたいな感じで、こうなるほど、言い切ってないんなるほど。ですよね。これが、まあ、かっこいいなと思って、これが、いろいろ読み比べた中で、ベスト春明けだと、ベスト春明け。いいですね。購入しました。私もね、購入したんですけども。そいやー、ほんと電子書籍、便利って思いました。う。いやでもこう、枕にしたいじゃないですか。ね、電子書籍だと、こう、枕を感じられないから、枕を感枕を感じじられない。られない。枕を感じたくて、枕の厚みをね、なるほど。買いましたよ。創始をリスペクト買いしました。リスペクトがいい。なんか、ちょっと嬉しいです。一番最初の春ですね。はい。話をしうん。ましょうか。しましょう、さしましょう。あゆみさん的にこの春気になったところっていうのはありますか？このフレーズの中で気に入っているとはい。ころが2箇所あって、一つは wisp っていう言葉を使っているところなんですね。wisp, wisp, ウィス、wisp, wisp, ウィス、wisp ウィス。っていうのが、こう、なんだろうな、こう、一筋のうっすらもくもくしたもうっのみたいすらもなのにくもく。使うんですよね。なんかお化うんけの尻うん。尾とか、
なんかこう、タウィスパバコ犬。ーさんとかいますもんね。あ、そっか、そう。ささやきのウィスパーは違うけど、そっちのウィスパーは合ってるかもしれない。ちょっとわかんないけど。ね。はいはい。で、あとなんかタバコの一筋の煙とおか、しゃれ。そうそう。で、あとはなんかこう、なんか淡い希望みたいな時にあえて、かすかにつながっている希望みたいな時に詩的にウィスプって使われたりとかするような言葉なんですけど、それが多分細くたなびきたるの部分をウィスプって使ってるっていうのが言葉選びはおしゃれだし、なんかあとウィスプっていうのがそもそもその一筋みたいな意味なんで、複数あんま並んでるイメージがないんですけど、そのウィスプが、クリムゾンパープルのウィスプがこう、複数空を泳いでいるっていう情景の素敵さが気に入ってますね、この春は。絵として浮かびやすいですね、すごく。そうですね。例えばですけど、紫立ちたるっていう言葉になってるのがですね、はいはい。紫立つっていうのは一体何って確かに、思っちゃ確かに。うんですよね。はいはい。確かに。でも、クリムゾンパープルって言われると、このなんか、鮮烈さというか、うんうんうん。紫が立つって、まあ、今は言わないと思うんですけど、クリムゾンなのでそう。赤系でいいんですよね。赤系でいいはず。うん。そう、赤系の赤紫みたいな、うん。紫脱のところをこういう役にされてるっていうの。あ、そういうことだったんだって、私も思いますね。色の話で言うと、スローリーペイリングのこのペールっていうのがこうなんとかこう白くなるでもあるんですけど、こうなんか青白くなるみたいな、体調が悪くて青白くなるとかはい。みたいな時にも使うんですよね。だからなんか洋々白くなりゆくがうっすら青も入ってるって解釈されてるかもしれないですね。でも山際がマウンテンリムで、これは赤くなるっていうのはまあ一緒。あ、でも赤くなるとは書いてないのか。明るくなるって書いてるのこっちは。そうですね。なるほど。少し明り手なので。明り手。その春っていうのがあれなんですよね。3月とかじゃないんですよね。そうですね。この春っていうのは当時、1、2、3月までを春としてう使っんうん。ていたので、まあ、3月かもしれないんですが、まあ確かにそうか。3月かもしれない。なるほどね。ただ、そうですね、思っているよりは寒い光景だと思うんです、実は。今で言うと結構冬なので、なるほど。そうですね、やっぱりでも春といえば1月っていうことが多いんですね。うんうんうん。その、春を迎えるって、年の始まりが来るっていうのはすごい特別なことだったんで、はいはい。はい。なの迎で、春的な。はい。そうですね、迎春的な。それうに、ん。この時期、この平安期とかだと、1月1日に全員年を取るんですね。誕生日が全員1月1日あ、なんです。同いそうなんだ。年だから。そうです。ねえ、めでたいですね。そうなんです。年も取るしというか。ええ、そう。だからやっぱり、春といえば1月かなとは思うんですね。うん。はい。だから、うらうらとあったかい感じではないんですけど、多分ですけどね。現代だと春って言えば夜明けだよねって感覚あんまないですうん。けど、お正月といえば夜明けだよねって言ってると思うと、確かに。そうなんです。お正月の夜明け、あれなんか特別な言葉ありますよね。お正月の夜明けに対する元旦かな。元旦夜明け、正月だっけ正月の、あ、わかった。初日の出だ。初日の出。初日の出って言初日の出。葉ありますよね。初日の出。ありますよね。割とあ普通のりますよね。言葉だと入ります。これだから帰国子女は、パッと出てこなかった。パッと出やてこなかっだ、た。パッと出てこなかったよ。かわいい。初日の出的な、こう、そうですね。春といえば夜明けだよねっていうのが、こう、始そうですまりだから、ね。一年の始まりだからっていうはい、そうです。イメージもあるんですよね。そうなんですよ。このイメージを組み込んでるかなって思うんですね。英訳の方とか、うん、英語の方か。うん、うん、そこもすごいなって、ちょっと有限っていうんですかね。うん。これも完全に私のイメージですけど、こう世はい。界としてなんか少し別世界みたいな、ちょっなとそれくるほど。らい入ってるかもしれないなってはいはい。思うので、素敵な役ですね。素敵な役ですね。明かり手のところに、こう、レッドっていうの使われてるのも、そうなんですよね。レッド。
そう、赤と明かりの赤と、あれなんですかね、こう、ブライトじゃないんですね。山際が赤く染まりみたいな感じなんですね。なこれちょっるほど。と話していいですかね。あ、どうぞどうぞ。諸説あるかなと思う。諸説というか、もうこれは私もただ聞いた話なんであれなんですけど、はいはい。明るいものを赤、暗いものを青としていたそうなんですね。なる言語とほど。して。はい。はいはい。だから、かっていうと赤、かっうん。ていう発音が明るいというか、赤いなんですよ。なるほで、ど。おっていうのが暗いというか、青へえ。だと一説に言われていると思ってくださいね。なるほど、なはい。るほど。なので、レッドも、間違いではないというか、そなるのイメージほど。として、はい、入っていいと思うんです。うん。ここ多分、訳を日本語訳にすると明るいになるかなってちょっと思うんですけど、はいはい。そうですあよね。えてそこまで含めてのレッドっていうのはすごい美しいなって思って。なるほど。はい。諸説あります。諸説ある。はい。これ言っとけば大丈夫です。ね。これ紫もあれなんですよね。いろんな国で当時高貴な色とされてそうなんでたんですすよ。よね。不思議と紫はどこの国でもなんだか高貴な色で、そう。不思そうなんです。議。不思議。なぜなのかっていうのを調べていくとですね、多はい。分、紫に染めるのがすごく難しかったからっていうのがまずなるほど。一つ。はい。原材料的なね。原材料的な、テクニック的なね。テクニッテクニック的な。ク的な。テクニッで、ク的な。濃く染めるとなるとお金がすごくかかるんですね。うん。シコン。紫の根と書いてシコンっていう植物があるんですけど、シコン。それで、はい。それで染はい。めてたって言われてるんですが、このシコンっていうのが、えらいお金がかかるっていうのがまず一つ多分あります。なるほど。ね、大きな色というよりも金かかる色って言っちゃっても、まあ、文字通り高貴ってことですよね。そうですね。文字なるほど、通り高貴な色。なで、多るほど。分、それ以外のもので染めたものって、色落ちがしやすい、うと思うんでん。すよ。なるほど、当時、なるほど。書き染めが、まあ、基本なので、色止めではいはい。したりとかっていうのは結構難しいというか、ありはすうん。るんですけど、技術としてそんなにしっかりしてないんん。で、なるほど、なるほど。そうです。当てていくのも綺麗っていうか、美しいっていう考え方でもあるんですけど、それをん。しっかりキープできる紫っていうのはなるやっぱり高ほど。貴であるみたいな。でもなるほなぜ全ど。世界でっていうのそう、不はちょっ思議ですよと、ね。は特にね、ギリシャとかの地中海方面ですよね。い。いわゆる。あっち方面も紫は高貴な色だったみたいなので、仕込んじゃなくて、貝紫って言って貝でああ、染めるそう。のが、貝で染める。そうですね。なるほど。はい。じゃ春だけでこの長さと。あ、だんだん長くなるから、こうね、上げそうなんてきます。ですよね。上げです。上げてきます上げ上からね。げいきますと。清少納言がね。はい。ね、はい。テンション上がってくるんですよね。だんだん筆が乗ってきちゃったね。乗ってきてはい。もこれ、春はキャッチーにね、短めに。なるほど、なうるほど。ん、戦略ですね。戦略ですよ、これ。戦略キャッチーにですね。バシッと、こう、バシッと。掴んでいて。なるほじゃど。あ夏はどうだみたいな。夏はどうだみたいな。